はいどうも皆さんこんにちは、ナオトです。さあ本日もですね、自宅のバーベキュー場で美味しい外飯やっていこうと思うんですけども、今日ねいい天気です。日差しは結構強いんですけど、いい感じに風も吹いてて、外飯やるのにちょうどいいぐらいの陽気ですね。で本日はですね、かなり長期間かけて作った珠玉の一品、かなりの自信作です。ピックアップ食材こちらです。こちら味噌ニンニクです。だいぶ昔の話なんですけど、俺高知県に何度か旅行に行ったことがあるんですよ。その時にお土産として買った味噌ニンニクの瓶詰めがあって、それがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。ニンニクのシャキシャキ感はあるのに、ニンニク臭さとか強い刺激とか全然なくて、米にめちゃくちゃ合うんですよ。それだけでもう飯何杯でもいけるわっていうぐらい美味しかったんですけど、その味が忘れられなくて、今回再現っていうわけじゃないんですけど、その味噌ニンニクの瓶詰めをより肉に合うように作ってみました。ではまず仕込みの映像からご覧ください。はい、というわけで味噌漬けニンニクの仕込みやっていこうと思います。まず使う食材がこちらです。もうドシンプルですね。ニンニクです。8房がっつり使いましょう。そして使う調味料がこちらです。こちらも定番ですね。味噌、醤油、料理酒、みりん、そして砂糖です。今日はこちらの合わせ味噌を使おうと思います。ではまずは基本のタレを作っていきます。まず醤油、料理酒、みりん、そして砂糖。醤油、料理酒、みりんの比率はだいたい同量ぐらいで大丈夫です。この後味噌の塩分も加わるんでね、味付けの基本のタレとはいえあんまり醤油を強くしちゃうとね、しょっぱくなりすぎてしまいますんで、基本のタレは甘めに仕上げましょう。そしたらこれを火にかけてひと煮立ちさせて、しっかりアルコールを飛ばしていきます。これを今しばらく煮詰めていきます。よし、こんなもんで OK ですね。では火を止めて、これはしばらく冷ましておきます。続きまして一番しんどいところですね。こちらのニンニク、大きめの粒だけ剪定しまして、全て皮むいていきます。よっ、こういう小さいのはね、また別の料理に使おうと思います。はい、というわけで丸々8個剥き終わりました。小さいのは別にしましたけども、すんごい量ですねこれ皮剥くのめちゃめちゃ大変だな。せっかくなので最近話題になってる簡単なニンニクの皮剥き方法やってみましょう。やり方としては、こういう瓶とか、あとボウルとかですね、ニンニクを入れてとにかく振るだけ。振りまくると自然と皮が剥けてくるそうです。でこのヘタの部分カットした方が簡単に剥けるそうなので、これは全部カットしていきます。さあヘタ切り終わりました。ではこちらね、量多すぎるんで3回ぐらいに分けてやりましょうかね。しっかり蓋をして、あとはひたすら振る。頼むぜ。これで剥けてくれれば相当楽になるんだけど。全く剥ける気配ないんですけど10分ほど振り続けましたが、剥ける気配がないですね。外側ぐらい取れてるのは。これはダメだね。剥きやすくなってたりすんのかな。あ、ピロッといけますね。振っただけじゃ皮自体は取れないかもしれないですけど、剥きやすくなってるかもしれない。ただすっかりニンニクがね、ガツガツ当たって表面が結構傷んでますね。傷んでるっていうとちょっと語弊がありますけども、ちょっと衝撃を受けて中の水分がちょっと染み出してきちゃってる感じ。これ剥けねえななんか他に皮を剥きやすい裏技があったら教えてくださいね。多分今後もニンニクはたくさん使っていくと思うんで。はい、というわけで全てのニンニクの皮剥き終わりました。約1時間後のナオトです。指がすごいピリピリしてますね。これ 2,3 日指先の匂い抜けねえだろうな。ではこちらのニンニクを火にかけます。弱火にしているようにしてじっくりじっくり火を通していきます。
決して焦がさないようにね、こうやってじっくり火を通すことでこのニンニクの強烈な匂いとかがだいぶ軽減されますんで、しかも柔らかくなって食べやすくなりますんでね。お、ちょっと編み出した。これだ、この腕の振りだ。あ、この腕の振りでいい感じにこう、あら、ニンニクがこう混ざっていく。ではすっかり冷め切ったこちらのタレに味噌を投入していきます。とりあえずこれぐらいで、もうちょいですね。これぐらいかな。ちょっと味見。うまい。甘味噌のもっと塩分が強い版って感じですね。これにニンニクをつけて、そのつけたニンニクで肉を食べてちょうどいいぐらいの塩加減だと思います。そしたらここにニンニクを投入しまして、しっかり絡めていきます。そしたらこれをジップロックに入れまして、できるだけ空気を抜きつつ封をして、これで冷蔵庫で漬けておきます。これを仕込んだのがだいたい8月の中頃で、今が9月の終わりなんで約1ヶ月ちょいぐらいですね。漬け込んだものがこちらです。めっちゃ使ってる。うまそう。あ、ちょっと表面柔らかいですね。俺が今まで作ってきたものの中でも最長の漬け込み期間です。漬け込み物最高傑作となり得るんでしょうが、食べるの楽しみですね。そしてそんな味噌ニンニクと霜降り和牛を迎え撃つ爆盛り漫画飯がこちらです。半合の外豚すり切り1杯で3合、内豚すり切り1杯で2合です。そして米炊きの水です。半合の内側の下の線で2合分の水、上の線で4合分の水です。今日は2合炊きなので下の線まで水を入れます。水が決まったら蓋をして、このまま30分ほど吸水します。ごとくセット、網もセット。よし、そろそろいいかな。ではこちら火から下ろしまして、このまま15分から20分ほど蒸らします。はい、お待たせいたしました。1ヶ月以上漬けた味噌ニンニク、山形牛霜降り肉、そして爆盛り漫画飯でございます。では完成ということでいただきます。
焦点うんめえこれちょうどいい感じにニンニクのシャキシャキ感残ってて、肉にもう絡み合ってやっばいうまいね。正直ね、ちょっと味足らないかなと思ったんですよ。味足らなかったら焼肉のタレ追加しようと思ったんですけど、全然これだけで OK。 ニンニク臭さも全然ないし、ただただニンニクと味噌の旨味がね、肉の味を引き立ててくれてる。この合わせ技はちょっと穏やかじゃないっすよ。うまっ。米がうまい。これはうまい。どんどんいこう。ニンニク1個につき1肉いけますね。ニンニクちょっとまんまでいってみましょう。やっぱ単体で食うとね、まだ匂いありますね。火入れが足らなかったのか、漬け込みがまだ足らないのか分かんないですけど、まあ味的にはもう全然美味しいです。十分ご飯も進むんですけど、ニンニク臭さとちょっとピリッとくるような刺激のある味はまだ残ってますね。これ肉と合わせて食べるべきですね。肉の脂でね、その刺激のちょっと残ってるところが緩和されて、めちゃくちゃ食べやすくなります。ただただニンニクの旨味だけ。うまっ。平べったいのが残ってるんだよね。これならもっとニンニク巻いて食べられそう。次はちゃんとニンニクを包み込んでいただきます。まあ包み込んだところで別に何が変わるわけじゃないんですけど、どっちにしろめっちゃうまいわ。ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。1ヶ月かけた甲斐がありますね。やっぱこういう漬け込み物はもう長時間漬ければ漬けるだけ美味しくなりますね。で結局ニンニク1個につき肉1枚食べてたんで、だいぶ余っちゃいましたね。まだジップロックの方にもだいぶ残ってるし、これは自分のプライベートのねおかずとしてもいただきますし、もし機会があればね、また別の動画で使おうと思います。漬け込んでおけばね、全然長持ちはすると思いますんで。この季節の変わり目で体調が優れないって方もいらっしゃるかもしれませんけども、そんな時はね、がっつりニンニク食べてスタミナつけて元気出していきましょう。今回作りました味噌ニンニク、漬け込むのに時間かかりますし、ニンニクの皮剥くのとかすごいめんどくさいんですけども、手間や時間をかけた分だけのね美味しさ間違いなくあると思いますんで、皆さんよろしければぜひ作ってみてください。
というわけで次回も美味しい外飯やっていきますので、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローとセカンドチャンネルの登録、あと Instagram のフォローもよろしくお願いします。では今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。